会の中に、ある違和感だとか、もっとこういうふうにしたら良くなるのになっていうようなある種課題のようなに対してアーティストだとかアートのプロジェクトが関わることで何か今までとは違ったことが生まれる。皆さんにはそれの一旦それのちょっといろんな形を体験していただくことになると思います。リスポンスしてもらおうと思うんですけど、そもそも JJ がどうしてこれをやろうかって思ったことも含めて話をして、実際に、他の国の人たちが笠原にたくさん住んでるという、夢のようなものは見えた。マイグレーションとか今移民の動きがとっても激しい時代で21世紀はこういう豊かなところに空いてる家がたくさんある。仕事も農業の仕事とかがたくさん手が足りてない。そのギャップはもう簡単すぎるんですけどもったいないと思いました。There right now, so a lot of people selling their land, and without like full knowledge that they will lose their land for farming or whatever. 皆さん渡りゆく物語ということで、いろいろ自分の移動してきた過去の経験のこととかを思い出したり他の人も聞いたりしたと思うんですが、他の人にこのマイグレーティングする時におすすめしたいこと。マイグレーティングストーリーのガイドブックを作ろうと思ってます。日本の薬の説明書、なんかせいろがんは胃腸だよとかなんだろう、いろいろあるからなんだろう、社会や職場の中で、中国よりはまだ人に対するマナーの要求とかは厳しいので、それはよくストレスが感じるとかもあるので、自分で解消できる方法を探した方がいいと思います。ボイミークローナイス。いいね。これ大切ですよ一番。出会い。一般的に農村ってすごい閉鎖的って言われてるし、草刈りもしない人は来なくていいみたいな。でも昨日一緒に飲みながらとってもこう寛容的な人々っていうのを感じてもらえたと思うんですよね。理念を理解するっていうのは特にその別に高尚な理念じゃなくて、この村の生活が大切にしてるそういう行為行いっていうか、それをやっぱり一緒にできる人っていうか、だからそこが私たちやっぱりこうなんていうのかな、少し交通整理をしてあげられる可能性があるんじゃないかな。じゃあタオさん。今日はあくまで完成するというよりもスタートとして移住するためにどういうものが不可欠かどうかという考える仕掛けにしました。全然こうモードが違うものがいきなり入ってきてすごい頭がパンパンになるけど、ふとそうしていてもまた移動するときはこういう風景良くて空気もいいところを取っていく。でその時になんかモヤモヤしてたのも
こうまあ自分に馴染んでいくというか、すっきりしていって、その取り合わせの違うものっていうのの咀嚼の仕方みたいなのがなんとなく身についたような感じですかね。身振り、この集落における身体性というところから芸能を作ろうと思った時に、季節にももちろんよるんですけどね、一番やってた農作業というと草刈りだったので、草刈りから何か作ってもよかったんですけど、あまり僕がピンとこなくって、山になったと。結構やっぱ機械化が進んでる中で、なかなかこの土地独自の身振りを探すっていうのは結構難しい作業ではありました。はい。このまま中腰でこうやると結構疲れてくるので、こうしてこうやって体重をこれで逃がしてこう取って、忙しい時はこうしますけどね、両手で。例えばつま先から入ってこう入ってかかとから抜けるって言ってたでしょ。でここに田んぼがあるわけ、田んぼですが稲が植わってて、でこういう身体性、こっちでもいいんだけど、こういう例えば過疎地域なりどこかの地域に入ってリサーチをするっていうプログラム自体はよくある話ですけれど、それを成果としてその芸能にするっていうのは少なくとも僕は聞いたことがないですし、そこで共有されるものっていうのは言語は後からついてくるというか、ひとまずその体とか身体があって、それを共有した後にじゃあどう思ったのかっていうところがついてくるっていうやり方自体も面白いなと思いました。美しさとかその持続してきたその奇跡みたいなのをやっぱこうどうしたらやっぱ伝えられるのかなって、継承とかもねいやいやするとかじゃなくて、もっと渋い派手じゃないものに結構小さな宝みたいなのがあって、そういう美しさをもうちょっと人に伝えていったり共有させるような仕組みをやっぱすごいやっていかなきゃなっていう時に、やっぱこういう感じで見せていくっていうのはすごいこういろんな手がかりになるのかなってやっぱり勉強になりますよね。In Hong Kong, because in Hong Kong we got a very short history. We actually don't have our nationality. We are belongs to China, but the history of Hong Kong is so short, and I'm so glad that I learned something from here. Is the artists come in, or the social outlet come in, and they interact with the local people, and also they want to find the seed here, to want the plants to grow up.
there's no other way that for you to know the place except you talk with them, with lots of different local people. So even in Hong Kong, right now I would say maybe I'm not so sure what Hong Kong is because I didn't talk with the neighbors much. Yeah, so I think maybe I would be changed somehow. In my hometown, not I live in Moscow, but my hometown is different, and also have some folk, and they have their songs, have their dances, their culture, and I was never interested in it before, but now when you get there is some meaning. もちろんその笠原でこの芸能を、地元の方たちと一緒に発展させていくことができたら、一番良いと思います。で、やっぱり今までと同じやり方では芸能は残っていけないので、さまざまな試行錯誤を重ねながらどういうふうに人を入れるのかとか、どういうふうにじゃあ地元性、この地域性を守っていくのかとか、そういういろいろなバランスとかせめぎ合いの中で芸能を作っていくことになると思うので、ゼロから作るっていう機会だとか、そういう枠組みを与えてくれるところって、あんまないと思うので、そういう経験ができた、なんつうんだろう、その追体験というんでしょうか、みたいなことができたっていうのはとても良かったなと。アートとしてどうかっていうことと脳としてどうかっていうことがなんかこのサイクルみたいに全部リンクして考えられるっていうことだなっていうことを改めて思って、なんかアートと脳っていうのを別々のものとして重なり合わせるのではなく、やっぱり相互作用があってるわけですよね。なんかそこがすごく面白いポイントだなと思いました。